今回の産業まとめ。結局日本と似た推移の感染拡大。最終手段も社会的距離を置く？今回が最後の峠？徹底した追跡と検査で感染を抑え込んできたと宣伝してきた韓国の軽貿易ですが、それは過去の話でしかないことが明らかになりました。フィナンシャルタイムズは韓国と日本の10万人あたりの新規感染者数、直前の7日を平均したものですが、これを比較してその推移があまりにも酷似していると指摘しました。日本と比較して韓国はやや小さな数字ではあるものの、その推移はほぼ3週間遅れで極めて似ていて、今回の第3波は数値的にも同じだと指摘しています。韓国では12月11日は689人と700人に迫る勢いを見せ、10万人あたりの新規感染者数は 1.33 人を超えましたが、これは日本の11月19日に相当するとのことです。さらに12月13日に初めて感染者が1000人を超え、医療提供体制が明らかに逼迫し、崩壊が迫っています。韓国では感染拡大が著しい首都圏で14日から登校を全面的に停止してリモート授業に切り替えるなど、積極的な対策を取るとしています。しかし現在は 2.5 としている警戒レベルを最高である3への引き上げについては慎重な姿勢を示しています。ムン・ジェイン大統領は今回の困難をワクチンと治療薬使用前の最後の峠であるとして、社会的距離を置くの徹底を呼びかけました。第3段階への引き上げは最後の手段として、その準備を徹底しているところで、避けられない場合は思い切った決断をするとしています。編集所管。今回の概要。軽貿易の効果って何だったの？最終手段に踏み切れるか？状況改善への願い。私も先月11月、ちょうど下旬に差し掛かるあたりだったか、韓国の感染は3週間遅れだと発言しましたが、フィナンシャルタイムズも同じ分析を示しました。ちょっと嬉しいですね。というか数値を比較しただけなんですけどね。調べれば誰でもわかる。グラフの全体像を見ると、10万人あたりの新規感染者数は韓国の方が低めになっていますね。まあここが軽貿易の威力ということでしょうかね。いろいろ犠牲にして数字的には日本よりうまくやったというのは事実でしょう。日本は韓国と比べると行き届かなかった部分もありますし、夏以降は経済重視を鮮明に打ち出してきましたから、その違いが出ているのだと思います。その韓国が誇る軽貿易ですが、この第3波においては効果を発していないというか、経済重視の日本と対して変わらない結果となっています。もはや徹底した検査と追跡と社会的距離を置くでは感染を抑え込めていないということです。以前も話しましたけど、普通に感染拡大していて、軽貿易がどうとかこうとかいうのはないですね。人口の7割近くが居住する首都圏で新規感染者が全体のほぼ8割を占めていることから、人が多いとその分感染も拡大しやすいと言えると思います。日本は韓国より人口が 2.4 倍多いので、韓国で1000人ということは日本での2400人に相当するということです。この数字から見ると、ちょっとだけ感染拡大が日本より遅いのねとお感じかと思います。東京はソウルの 1.4 倍というところから見ても、13日に399人とほぼ400人ですから、東京に換算すれば560人ほど。GoTo トラベルをやっていた東京と変わらない水準です。結局経済を回しても結果は大して変わらないということですかね。こうした傾向が分かれば韓国ももっと積極的な対応もできたと思いますが、踏み切れなかったですね。まあ、政府が率先して思い切った対策を取るというのは難しいということでしょうね。それは理解します。韓国の場合は警戒レベルを3段階に分けたのですが、1.5 とか 2.5 とか出てきて実質上5段階になっています。最初から5段階でいいじゃない。で、首都圏では3の手前の 2.5 となっているわけで、もう最高位に上げるかどうかという最後の瀬戸際ということです。今の段階で。第3段階になると基本的に外出はしないということになりますから、かなり厳しい体制ということになります。現時点でもう最後の手段に入るかどうかというところのようですね。まあそれで抑え込めるならいいですけど、それ以上の手段がないので、最後のカードを今切るのかどうするのか躊躇しているわけです。
ムン・ジェイン大統領は今回の感染拡大危機を最後の峠としていますけど、韓国でワクチンが供給されるのはちょうど1年後くらいになるとされています。最後じゃないと思いますけどね。大陸はこれからもっと冷え込んで乾燥するから大変だと思いますけど、先進国ではワクチン接種が始まっていて、それこそ今が最後の峠という言葉に当てはまると思います。日本も上半期には全国民が接種できるように調整が進んでいるため、この冬が最後の峠でしょう。韓国は違うよね。まだ峠はあるでしょう。まあ私個人としては、早く世界が正常化に進んでほしいと願うばかりですね。中国みたいに一国だけで回復したとか騒いでいてもダメですよ。きちんとした形で世界に貢献して全体が回復しないと。ワクチン確保競争とかえぐい争いもありますけど、とにかく結果が出て、本当に明るい兆しが見えてくればと思いますね。韓国もいつの間にか1000人なんですね。私もたまにしか見ないからちょっと驚いた。ずっと500人台、600人台を保っていたのに急に950、1000と上がったんだよね。すごく急ですね。1.5 倍になったんですね。1.5 倍。そう言うとなんだか跳ね上がった感あるね。結局K貿易って何なの？よくわかんないんだけど。よくわかんないけど、当初は徹底検査と徹底追跡ってメディアは言っていたよね。今は社会的距離を置くとか言って、その5段階で細かくルールを決めていますよ。それだけなんだ。パッとしないね。その3段階目に入るとスポーツの試合も中断だし、映画館も上映禁止で韓国経済に深刻な影響を与えると言われていますね。映画も？日本でもそうなったら大変ですね。そうですね。映画業界も制限はあるとはいえようやく普通に公開できるようになったところですからね。また歪みが生まれますね。韓国といえば宗教団体とかはどうなんですか？それも段階ごとに礼拝の座席数制限とか食事禁止が細かく決まっていますよ。感染とか拡大してないんですか？礼拝による大規模感染みたいなのはないようですね。ただ、もう追い切れてないんじゃないかな。よくわかんないの？前は7次感染とか8次感染とか言ってましたよね。最近そういうのは聞かないですね。もうどの感染とどの感染が関連してるとか、たくさんの場所で発生していて関連付けができないんじゃないかと思う。いい加減になっちゃった？なっちゃったかもね。韓国は他の問題もあるけど、感染拡大抑止の失敗で政権支持率も急落してますよ。病院とかはどうなの？ほら、日本は大変じゃないですか。韓国も今は重症者向けの病床が少なくて大変な状況みたいですね。これももう少し早めの対策ができたと思うけど難しいんだろうね。政府がいろいろ対策を打ったり段階を上げたりして収まるって考えてしまうみたいで。準備だけしておけばいいんじゃない？お金もかかるし人員も必要になるから簡単にできないんじゃない？後手後手だね。それはどの国もそうだと思うけど、なかなか決断が難しいんだよ。そういえば菅総理元気ないね。もともと元気ないというのもあるけど疲れた感あるよね。なんか総理じゃないみたいな感じ。なんか伝える力が弱いんだよね。全国民にこのメッセージを届けようって熱が感じられない。今はしょぼくれちゃったけど、トランプさんはすごかったよね。あの人は言うことはめちゃくちゃだけど、そういうメッセージ力は強かったね。そういうのが全くないですね。読んでるだけだしね。なので毎日新聞の世論調査で支持率急落っていうのも仕方ないと思うね。まあコロナだけでなくて色々あってのことなんだけど。元気出してほしいね。元気になれるのはこの難局を乗り切ることができたらだと思うけど。じゃあ元気出ないね。問題が多くて大変だもんね。へへ、この前の日曜日にゆるりんの家に行きました。仕事が朝方まで大変だったんだよ。お客様にめっちゃ叱られて。あ、そうだったの？忙しいって言い訳いっぱいしてたよね。ツイートしたよ。知ってる。困ったちゃんに、今日で何連休だねってカウントされてた。あ、ツイート見てくれてるんだ。嬉しいな。白雪さん本当に引っ越すの？あの辺に。そうだよ。
それもあってのお散歩だよ。この前のは。あの辺りはまたちょっと違うんだけどね。駅からも遠いし。でも発見があったね。びっくりした。説明しますと、何年か前に白雪さんとお散歩した時に、怪しい洋館と電飾だらけで草ぼうぼうで入り口がほぼ塞がっている不思議なカフェがあって、それがどこだったかずっと探してたんです。草ぼうぼう不思議カフェの方が見つかったね。びっくりした。普段あの辺まで散歩しないから、このままだとずっと見つからなかったと思う。あとは怪しい洋館だね。あれもあの辺りだと思うんだけど。やっぱり引っ越すならゆるりんの家の近くがいいかな。ちょっとは道わかるし、美味しいパン屋さんも近いし。パン屋は近くはないけどね。歩いて行けるけど。って本気で引っ越しを考えてるの？そうだよ。何度も言ってるじゃん。うちの近く？うん。だから最近ゆるりんの家の周りをお散歩するんだよ。結構本気なんだ。いや、ちょっと本気度がどれくらいかわからなかったから。おしゃれな街ではないけどね。おしゃれではないね。パッとしない方だと思う。でも知り合いがいると思うとほっとする。近所にいないの？いないね。東京に友達って言うと一人しかいない。しかも結婚しちゃったし。もう一人は海外に行っちゃったんだっけ？うん。しかも結婚してるし。だからゆるりんが近くにいるとほっとするかなと思って。そうなんだ。あれ、そういえばテレワーク始まるんでしょ？そう。来週から、いつまでかわからないけど、あとお休みももらえる。そしたらまた近所を散歩して案内してあげるよ。遊びに来ていいよ。本当？嬉しい。やったー。寂しい子だね。それ言わない。